はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。車の中からお届けします。これから新車を引き取りに行きます。ようやく納車ですよ。ようやく納車。まあって言っても1ヶ月半か2ヶ月ぐらいでしたけど、このプリウス、赤いプリウス、第2世代のプリウスなんで20系なんですけど、丸14年乗ってました。だいたい走行距離が14万今8000キロなので、まあだいたい1年間に1万キロぐらい乗った計算ですよね。いやー、18からもう車乗ってますけど、これだけ長い間同じ車に乗り続けてたっていうのは最長記録ですね。まあ、実は私バツイチなんで、この車はですね、昔のパートナーであることも知っているというね。その頃は私半分病んでましたけど、まあそんなこんなで本当この車にはね、もうお世話になりましたよ。まあ、今こうしてね、良き奥さんにも恵まれ、可愛い子供たちもできて最高に幸せなんですけれど、2年前にちょうどこの車後ろからお釜を掘られたことがあって、修理費用が40万だかそのぐらいかかるって言われたんですよね。でその時にもう本当に当時まだベビーカー、もう今はもうテクテク歩くのでベビーカーほとんど使いませんけれど、なんせ双子なんでベビーカーもでっかいじゃないですか。だからもうこの車が窮屈で仕方なかったんで、もう本当に乗り換える寸前まで行ったんですけれど、そこをちょっとグッと我慢して、で今回の三菱デリカに決めました。今日は車の中でどんな話をしようかななんて思ってたんですけれど、そうですね、ちょっと気楽になんか昔楽器屋さんで働いてた時の楽器屋さんあるあるの話でもしましょうかね。自分が、楽器屋さんに働き始めたのは19歳の終わりでアルバイトとして入ったんですけれど、まあ、それから約10年間ですね働いて、29の時に辞めたのかな。でまあその間にいろいろ ESP の専門学校に通ったりとか、あとは途中で半年間ほど長野の松本に行ってヘッドウェイで働いてたこともありますね。まあって言っても楽器屋さんだったんですけれど、松本駅から出て左方向に進んだちょうど角っこにですね KMY かっていう楽器屋さんがあったんですね。でそこで働いてたんですよ。当時まだ私24歳なので、まあいろいろ尖ってましたね。まだその頃は走り屋仕様の車に乗ってたんで、スターレット乗ってました。当然ながらサスも変えてて、もうガタガタでしたし、でマフラーも変えて、もうブオンブオン言いながら走ってたんですけど、松本の、ローカルの人しか知らないような割と峠とかいろいろいっぱいあるんですよね。そういうところを攻めに行ったりとかしてましたね。さすがにでもね、地元の人はまあ当然道は知ってるんで、すごいめちゃめちゃ速かったですよ。もうケツ煽られまくりましたけどね。まあでも今はほとんどの車にドラレコがついて、やれそんな峠で攻めようもんならね、すぐアップされてさらされちゃいますからね。当然道交法違反なんで、まあ今思えば相当危険なことやってたなと思うんですけど、まあちょっと今の若い人のことを考えるとまあやってた身からするとちょっとかわいそうかなっていう気はしますね。まあもちろんダメですけどねちゃんとルールは守りましょう。ルールを破ってた人間がこういうのもなんですけれど、車は安全運転で楽器屋さんであるある、楽器屋さんでのあるあるなんだろうな。私が働いてた炭屋さんって別にギターだけじゃなかったんですよ。同じフロアにピアノも置いてれば、バイオリンも置いてれば、楽譜も当然置いてましたし、1階は CD 売り場だったんですね。割といろんなお客さんが来るんですけれど、
その中でもまあピアノの接客もしてたんですけど、ヤマハのクラビノーバってありますよね。アルファベットの C から始まるクラビノーバで、あれをね、買いに来るお客さんっていう中にヤマハのグラビノーバをくださいっていうお客さんが結構いるんですよね。まあ大抵まあおばちゃんなんですけど、あ、クラビノーバですねって言うんですけれど、堅くなにねグラビノーバの具をね食って直さないんですよ。心の中では、おばちゃんそうじゃないんだよ、グラビノーバじゃなくてクラビノーバなんだよっていう風にね思うんだけどね、なかなか直してくんないんですよね。なんかこう私が正しいのよみたいな、そういう部分でもあるんでしょうかね。でまあ接客してる間中こっちはクラビノーバのここはですねこういう機能があって、クラビノーバのタッチっていうのはこんな感じなんですよなんてクって言うんですけど、やっぱね最後までねグラビノーバって言うんですよね。であとはギターで言うと試奏させてくださいっていう方の中にたまにいらっしゃるんですけれど、まあ本人に全然悪気はないんですよ。悪気はないんですけれど、そのプレイスタイルがすごいね荒いというかガシガシ弾く人っているんですよ。お店側としてもピックガードの部分にこうちょっと下敷きみたいなね、そういうのを貼ってで思想どうぞっていう風にするんですけれど、なんかもうその範囲を超えるぐらい思いっきりピッキングする人とかもいて、一応商品なんでもうちょっと加減して弾いてもらえませんかってこうドキドキしながらね接客したりしてる時もありました。さあ、なんてことを話してるうちに、もうそろそろ到着なので、さて着きました。あるある、どっちだろう、2台あるな。こっちか。ありました。新車の三菱デリカ D5 でございます。グレードは P グレードのやつですね。さてちょっとこれからまずガソリンを入れます。パーキングこれか、違うわ、これだ。いやーいいですね。どうもはい、お粗末様でございました。帰りの道すがら新しい車でいろんな話もしようかなと思ったんですけれど、もうとてもそんなこと話す余裕はなかったですね。もうドキドキしながらこうやって恐る恐る運転して帰ってきました。で皆さんからいろいろ質問いただいてます。ありがとうございます。今一生懸命編集中で録画中ですので、準備ができ次第アップしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは。転んできた。いやー、これで広くなったね。